幽霊抱きの伝説、小泉八雲。宝亀の国、鳥取県黒坂村の近くに幽霊滝という滝がある。その名の由来はわからない。滝のそばには滝大明神という小さな社が祀られていて、社の前には小さな賽銭箱がある。その賽銭箱にはこのような話が伝えられている。今から35年前の凍えるような冬の晩のことである。黒坂の朝取り場で仕事を終わらせた女房や娘たちが大きな火鉢を囲んで幽霊話をしていた。話が10余りも出た頃にはほとんどのものが薄気味悪く思うようになっていたが、一人の娘が恐ろしさを募らせようと、今晩あの幽霊滝へ一人で行ける人はいるかしらと声を上げた。これを聞いた皆は思わず悲鳴を上げ、続いてどっと引きつった笑いが起こった。一人がからかうように、行ける人がいたら今日私の取った朝をみんなあげるわと言った。私もあげる、私も、私たちのみんなあげると女たちが次々に声を上げた。すると安本おかつという大工の女房が立ち上がった。おかつは二つになる一人息子を温かそうにくるんで背中におぶっていた。みんな、本当にみんなが今日取った朝を私にくれるのなら、私幽霊滝に行ってもいいわと言った。女たちは驚きの声を上げ、できるものかという顔をした者もいたが、おかつが何度も繰り返し言うので、皆も本気になって、もし本当におかつが幽霊滝に行くのなら、今日の分の朝をあげると皆がめいめいに約束した。すると、でもおかつさんが本当にそこへ行ったかどうかどうしてわかるのと鋭い声がした。一人のおばあさんがそれに答えて、そうだね。それならあそこの賽銭箱を持ってきてもらいましょう。それが何よりの証拠になるよ。と言った。おかつは、持ってきますとも。と叫ぶように言うと、眠っている子をおぶったまま外へ飛び出した。その夜は凍るように寒かったが、空は晴れていた。おかつは人通りのない夜道を急ぎ足で歩いた。身を切るような寒さに、どの家も戸を固く閉ざしている。村を抜けて街道に出ると、おかつはピチャピチャと走った。両側は一面凍った田んぼで、しんと静まり返り、道を照らすものは星ばかりである。30分ほど進んで道を折れると、道は細くなって崖下を曲がりくねって続いている。進むにつれますます暗くなり、道も悪くなっていくが、おかつはこの道をよく知っていた。間もなくドーと水の落ちる音が響いてきた。2、3分さらに進むと谷間に出て、低かった滝の音は
大きく響き出した。そうしておかつの前に真っ暗な闇の中で白く長々と流れる滝がぼんやりと浮かび上がり、わずかに社と賽銭箱も見えた。おかつは駆け寄って賽銭箱に手を伸ばした。おいおかつ。不意に轟く水の上から戒めるような声がした。おかつは恐怖におののいて立ちすくんだ。おいおかつ。再び大声が響き渡った。さらに威嚇が強く込められた声であった。しかし、おかつは大胆な女ですぐに我に返ると、賽銭箱をガッと掴んで駆け出したのである。その後は恐れるようなことは何も起こらないで、街道まで出るとおかつは一息ついてまたピチャピチャと駆け出した。そして黒板について朝取り場の戸をどんどんと叩いたのである。賽銭箱を抱えたおかつが中に入ると、女たちはわっと叫んだ後に息を潜め、おかつの話に耳を傾けた。そして幽霊抱きで二度も名を呼ばれたことを聞いたとき、女たちは同情の叫びを上げて、なんという勇敢なおかつさん、朝をもらう値打ちが十分にあるわ、と言った。それにしても坊やはさぞ寒かったでしょう。ほら、火のそばにおいで。とおばあさんが言うと、おかつもお腹が空いたでしょう。すぐにお乳をあげましょうね。と言った。大変だったね、おかつさん。と言いながらおばあさんが子供をくるんだ斑点を脱ぐのに手を貸すと、おやまあ、背中がすっかり濡れているよ。と言ったかと思うと、あら、違う。と、かすれた声で叫んだ。斑点の中から床に転げ落ちたのは、ぐっしょりと血にしみた子供の着物。そして、そこから突き出した小さな2本の足と小さな2本の手。ただそれだけであった。子供の頭はもぎ取られていたのである。